不動産屋さんの階段です。鉄道事故はめったにあることではないですが、起きた場合は大変な大事故になることが多く、それを教訓に安全対策が強化されてきました。今回都合により路線名と駅名はイニシャルでお話しさせていただきます。さて、これは山梨県にお住まいの T さんからいただいた彼の小学校の同級生、仮名ですが、マサルくんとそのお母さんの不思議な体験談です。それは1971年のある土曜日の午後、当時小学生だったマサルくんはお母さんと F 急行の準急に乗って大駅から富士吉田方面に向かっていました。マサルくんは鼻がもともと悪く、F 急行の G 駅にある耳鼻咽喉科の病院に定期的に通っていたそうです。のどかな村の中をごとごと列車は進んでいました。そして間もなく列車は K 駅から M 駅間の最高 40% の勾配の下り坂カーブを通過していきました。その時マサルくんのお母さんは一月くらい前にこの駅近辺で列車が脱線転覆する大事故があったことを話してくれたそうです。それは1971年3月4日の朝のこと。G 駅の手前の少し坂になっていた踏切で、小型トラックのドライバーが落ちた積み荷を拾おうと慌てて車外に出たため、サイドブレーキが甘く、踏切内にトラックが進入してしまいました。そして通過中の鈍行列車とぶつかり、電車の下に小型トラックが巻き込まれ、電車のブレーキシステムのエアタンクを破損してしまったそうです。それによって電車のブレーキが全く効かなくなり、この区間は下り坂だったために電車の暴走が始まりました。朝の通勤時にブレーキシステムが壊れた列車が暴走しているのですから、鉄道会社では大騒ぎになりました。警察や消防が通過する駅に先回りをして停車を試みますが、当時は緊急停止装置 ATS はなく、止めることは不可能でした。普通駅には脱線走行の発生に備えて引き込み線があるのですが、合理化のため廃止されていました。パニックになった乗員乗客を乗せたまま下り坂を走る列車は速度をどんどん増していき、各駅を通過していきました。そしてついに K 駅のカーブでバランスを失い、脱線横転し大破して止まったそうです。乗員乗客120名のうち17名が死亡、69名が負傷するという大惨事になりました。不特定多数の人が乗る電車でしたので、被害者を特定するのが大変だったそうです。特に遺体の損傷が激しい場合、身元確認にかなりの日数が取られたということでした。この痛ましい事故からブレーキシステムは多重化し、安全対策が施されたそうです。マサルくんのお母さんは車窓から事故現場にたくさんの花束が添えてあるのが見えてくると、そっと手を合わせていたそうです。さて、マサルくんはこの事故には直接関係ありませんが、耳鼻咽喉科に行くときはこの F 急行で毎回事故現場の前を通過していました。そしてマサルくんとお母さんは病院のある G 駅で降りたそうです。駅前通りから耳鼻咽喉科のある通りを親子が歩いていると、路地で小学生の子どもたちが遊んでいるのが見えました。それはゴブ跳びやバドミントン、キャッチボールなど当時の子どもたちの遊ぶ姿でした。耳鼻咽喉科の近所には小学校があるので、土曜日の午後は毎回子どもたちが遊んでいるのに出くわしたそうです。するとマサルくんはふとその中に見覚えのある女の子がいるのに気がつきました。それはマサルくんが通う小学校の女の子で、なぜかこのエリアで他の子どもたちと混ざってゴム跳びをしていました。その女の子もあれという感じでマサルくんに気がついてニコニコと微笑んでいたそうです。女の子はマサルくんより2学年上で、名前は知らないのですが、マサルくんの学年の給食のパンを運ぶ係をしていたのでよく覚えていました。
またマサルくんはその女の子が校庭の隅でよく一人でいたのを見かけていたそうです。マサルくんはなんだあの子をこっちに遊びに来ていたのかと何気なく思い、お母さんにあの子を知ってるよと言いました。お母さんもあらそうというくらいで気に留めず、二人は通り過ぎていきました。そしてマサルくん親子は病院に到着し、治療を終えてその日はまた F 急行で G 駅から O 駅に戻ったそうです。さて、それから2週間後の土曜日の午後でした。またその日もマサルくんとお母さんは G 駅の耳鼻咽喉科に行くことになりました。いつものようにマサルくん親子は電車に揺られ、G 駅で降りて改札口を出たそうです。そして駅前の通りを過ぎ、狭い路地に差し掛かると、相変わらず地元の子どもたちが元気に遊んでいるのが見えました。その時はあの女の子はいませんでした。マサルくんはそれを横目にお母さんと通り過ぎて耳鼻咽喉科の病院に着いたそうです。するとちょうど病院の入り口に入ろうとした時、お母さんが知り合いらしき男性に気がつき、軽く会釈しました。どうやらその男性は子供がマサルくんと同じ小学校に通っていたようで、マサルくんの両親も顔見知りでした。今日はお休みなんですかなどと始まり、二言三言短い世間話をすると、それじゃあと言って男性は駅の方へ去っていったそうです。マサルくん親子は灰色のジャケットを着たその男性の後ろ姿を見送ると、お母さんがあの方は娘さんと一緒にちょうどこの耳鼻咽喉科の裏手にある知り合いのところに訪ねてきてたんですってと話してくれました。そしてマサルくんは治療を終えて親子はまた大駅に戻ったそうです。さてその次の日のことです。新聞の朝刊を見ていたお母さんが悲鳴に近い驚嘆した声を上げました。あれ、やだ。その叫び声にマサルくんは何事かと思いました。あの F 急行の脱線転覆事故の被害者の顔写真が新聞に載っていたのです。これ見てとお母さんが示した写真は、昨日 G 駅の耳鼻咽喉科の前で出会ったあの男性だったのです。そしてマサル見てこの子と言って示した写真は、G 駅の路地でゴム跳びをしていたあの女の子によく似た顔写真だったそうです。まだ子供だったマサルさんはわけが分かりませんでした。そしてお母さんの顔がみるみる青ざめていくのが分かりました。あの大事故の遺体は損傷が激しく、なかなか身元が判明しなかったそうで、ここに来てやっと全員の身元、名前が分かり、新聞で顔写真入りで発表されたということでした。お母さんの話では、あのおじさんと上級生の女の子は親子だったらしいということでした。おそらくあの男性と少女の遺体の損傷が激しく、なかなか身元が判明しなかった被害者と考えられます。マサルくんのお母さんも親しい父兄だったというわけではなく、顔見知り程度だったので、死亡が確定するまでは事故の噂とかは耳に入ってこなかったのでしょう。もしマサルくんがあの日見た上級生の女の子が新聞の顔写真の少女だったとしたら、マサルくんが知らなかったのも、おそらく死亡が確定するまで学校が伏せていた、もしくはマサルくんの学年の子ではないので知らずに転校していたのかもしれません。いずれにしろその死を知らない人のところに生前と同じ姿で平然と現れたということでした。実際車両が完全に押しつぶされ、亡くなった方々の上半身や下半身だけが悲惨な状態で発見されていたそうで、この脱線転覆事故後、しばらく近辺で上半身だけの霊や下半身だけの霊が複数目撃されていました。ただなぜ顔見知り程度のマサルくん親子のところに
あの女の子と父親の霊が現れたのか、それだけは今でも謎のままだそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。